いやー、本当にすごい戦いだったな。日本語を完璧にしたい？だったらジロートークスをダウンロード。はい、皆さん、こんにちは。ジローです。本日も僕の動画を見に来てくださりありがとうございます。現在の時刻はですね、午前4時10分ということで、早朝でございます。なぜ私、ジローがこんなに朝早い時間帯に起きているのかというと、午前2時から行われたワールドカップ日本対ブラジルの試合を見ていたからですね。負けましたいや、とんでもない試合だったな、本当に。ちょっとずっとドキドキする展開で、もう心臓の鼓動がものすごかったね、本当に。みんなさ、見た？日本対ブラジルの試合いや、本当に心臓に悪い試合だったよね決勝トーナメントの1回戦だったんですよ。日本はね、グループ F で2位だったんで、その後決勝トーナメント、戦うことになったんですけど、初戦の相手がいきなり強豪のブラジルということで、いやでもね、日本代表最近強いし、最近行われたブラジルとの親善試合で3対2で勝ってたから、もしかしたら勝つんじゃないかなって思って見たんだよ。で、もしかしたらブラジルに日本が勝つかもしれないと思って見た日本人多かったと思うんだけど、負けました。ここでね、日本の挑戦が終わりました。今回のワールドカップは。残りの国の皆さん、頑張ってください。いやー、日本代表本当に史上最強と呼ばれている日本代表なんだけど、ブラジルの壁は分厚かったね、本当に。私、ジロー、本当ににわかファンで、サッカーもね、日本代表の試合しか見ないんだけど、ちょっと悔しいね、これは。にわかファンでもね、リアルタイムで試合見た日本人多いと思うよ、この早朝起きてね。まず、試合をね、見始めて思ったのが、そのスタジアムの観客席が真っ黄色なんだよ。真っ黄色なの。めっちゃアウェーじゃんと思ってさ、多分スタジアムのあるヒューストン、ブラジルに地理的にも近いからなのかな、かなりブラジルサポーターばかりでさ、完全アウェーな雰囲気だなって思ったんだけど、で、そのライブ映像を見てたらさ、ブラジルサポーターに囲まれている位置にポツンと2人ぐらい日本サポーターがいて、なんか完全アウェーでちょっとかわいそうだなとか思ったりしたんだよね。だけど、日本人サポーターって結構声出して応援するので有名じゃん。だから結構ね、ブラジルサポーターがほとんどいるスタジアムだったんだけど、日本人の声も聞こえてね、というか日本サポーターの声も聞こえて、頼もしいな日本の応援団って思ったね。すごいね。でさ、試合前からね、その映像を、見てると、解説の人がね、いろんなこと話してるんだけどね、ブラジルのアンチェロッティ監督がイタリア人らしいね。で、審判も結構イタリア人多くて、これがちょっとおかしいんじゃないですか、この状態みたいなことをね、解説の人が話してて、それがちょっと面白かったです。はい。で
もうね、試合負けてしまって、もう今回のワールドカップの日本の挑戦が終わったわけだから、本当にね、まあ気持ち的にも割と、すごい、まあ、残念だなっていう気持ちがあって、ちょっと試合のこと振り返るの、ちょっと辛いんだけど、なんかね、その前半が開始してから、最初から日本代表ものすごい走るなって思ったんだよね。うん、もうかなりすごいプレスいってたし、いや、このままのペースでいったらかなり疲れるんじゃないかなって、その素人からしたら思ったんだけど、前半はね、もうかなりずっとヒヤヒヤする展開だったよね。そのブラジルのペースというか、かなりずっとブラジルが、まあ、ボールを持っていて、日本に攻めていたっていう、そういうイメージだったよね。で、まあ、ただね、うん、前半29分ですよ。佐野選手。素晴らしい。ボールを奪ってからね、まあ、一人で、そのままシュートを決めてね、もうかなり興奮しましたね。ブラジルって、まあ、日本人の中でね、サッカーかなり強いイメージで、まあ多分、みんなもそうだと思うんだけど、まあ、昔からね、もう誰でも知ってる。日本人でサッカー知らない人でも知っているブラジルの選手ってロナウジーニョだよね。もう引退してるんだけど、ロナウジーニョっていう言葉、サッカー知らなくても聞いたことある人、聞いたことある日本人結構いると思うんだけど、今回の試合でもね、ロナウジーニョ観戦しに来てたみたいだよね。映像でね、ロナウジーニョの様子がたまに映って、その時にね、あの、久しぶりにロナウジーニョ見て、ちょっと興奮したんだけどさ。うん、だからね、ロナウジーニョ選手がいるチーム、ブラジルはもう本当に強いチームっていうイメージなんだよ。だから、その1点でも取れたらすごいなって思ってたんだけど、まあ、さっき話した通りね、前半29分、佐野選手、ボール奪ってからが早かったね、本当に。全部自分で行って、決めちゃいましたね。で、ね、1対0になったから、このまま守りきって、この1点をね、守りきれば、もしかしたら勝てるんじゃないかって思ったよ、本当に。このままいったら勝てるんじゃないかって思って見ておりました。はい。で、まあ、試合を見てるとさ、その実況のアナウンサーと、あと解説の人がいるじゃん。で、解説の人はね、まあ、全員元日本代表の人とかなんだよね。で、僕が見てた中継だと、まあ、解説のアナウンサーの方が一人いて、で、あと3人がね、元日本代表の解説の方だったんだけど、その解説の方たちもね、結構、試合中はね、感情的になっていて、いや、今のノーファールでしょとか言ってて、面白かったなって思いました。まあ、だけどね、その、リプレイ映像を見て、これ、ファールでした、すみませんでした、みたいに謝ってたりもしてね。うん。まあ、そんな感じで解説の方も、かなり興奮してしまって感情的になってしまうくらい白熱してた試合なんだよね。で、ブラジル代表の監督、アンチェロッティ監督なんだけど、この試合が行われる前にね、結構そのブラジル代表戦に向けての、特集とかがね、日本のテレビ番組では組まれたりするんだけど、そこでね、このアンチェロッティ監督のことについても触れられてたんだよね。で、監督がね、そのガムをたくさん噛むっていうことが有名らしくて、それについてね、日本のテレビでも取り上げられてたんだよね。で、それがね、なんか、ストレス解消のために、ガムを噛んでいるらしくて、で、前回の日本との親善試合
でも、まあ日本、その時勝ったんだけど、だからね、日本が勝っちゃった試合だったから、アンチェロッティ監督、もうかなりガムをずっと噛んでたらしいんだよね。で、僕もね、それに結構注目して今回の試合見てたんだけど、佐野選手が、まあ、得点を決めてね、日本が1対0になって、日本が勝っている状態の時はね、アンチェロッティ監督もかなりガムを噛んでたね。もうずっと口が動きっぱなしで、うわ日本のテレビ番組で言ってた話本当だと思って、まあ驚いたんだけどさ、まあ、ずっとガム噛んでたよね。で、前半ね、日本勝ったまま終わったんだよね。これ本当にすごいよね。まあ、もしかしたら日本勝てるかもしれないってこの時本当に思ったんだよね。で、まあ、ただね、まあ、日本の、まあ、結構真ん中の方のポジションにいる選手2人がね、まあ、イエローカードをもらってしまったので、まあ、それがね、ちょっと心配ではあったんだよね。で、まあ、前半の立ち上がりっていうのは結構厳しい状況で、もうずっと攻められているって感じで、大丈夫かな、このままでいつかシュート決められちゃうんじゃないかなとか思ったんだけど、1対0でね、まあ、勝ったまま後半に突入ということで、まあ、前半と後半の間に、まあ、インタビューの時間もあって、まあ、代表がね、代表じゃなくて、日本の監督が、まあ、インタビューに答えてたんだけど、まあ、ずっと前半の最初の方は攻められてる、状態が続いてた。だから結構きつかったっていうことは言ってたんだよね。で、後半ね、まあ、もしもう1点追加して、2対0になったら、まあ、相当楽になる展開だなって思ったんだよね。まあ、あとね、前半見て思ったのは、やっぱり、ゴールキーパーの鈴木選手の安心感が半端ないよね。うん、どんなにボールが後ろに行ってしまっても、どんなにボールが日本ゴールに近づいてしまっても、最後に必ず鈴木選手がいるんだっていう気持ちで安心して見ることができました。はい。で、後半に入ってから、後半はね、まあ僕が感じたことといえばね、まあ前半よりもかなり攻められているなっていう、そういう印象だったよね。特に、50分の頃かな、なんか顔面ブロックのの瞬間があったよね。日本のディフェンダー一人にも、の顔面にボールが当たって、で、ゴールキーパーの鈴木選手の顔面にも当たってっていう、まあ、ブラジルのシュートをね、日本がギリギリのところで顔面で防ぐっていう場面もあって、あれはね、もうどうやって守ったんだって思うぐらいのディフェンスだったよね。で、まあ結構サッカーの中継ってさ、割と遠い位置からの映像が見えるじゃん。だから一瞬ね、ブラジルのシュートがこれ入っちゃったんじゃないかなって思ったけど、まあ、その後ね、結構、その選手に近いところのカメラからの映像を見ると、もう顔面でブロックしていてね、もう気合を感じたよね、あれは。うん、僕がね、昔見ていた、まあ、稲妻イレブンっていうアニメとかではね、まあ、頭でブロックする、ディフェンス技とかあるんだけどね、あれを思い出したよね。うん。もう結構気合だなって思ってね。まあでも、どういう手段をね、使ったとしても、どういう防ぎ方だったとしても、まあ、日本のゴールを守ったことには変わりはないのでね。それがね、結構ヒヤヒヤした場面ではあったよね。まあどうやって守ったんだっていう感じ。まあだけどね、もうずっと攻められっぱなしでね、ずっとブラジルが攻めているっていう感じで、ブラジルがずっとボールを持っているっていう感じだったから、いや、これ日本2点目どうやって決めるんだろうなって思ってたら、その5分後ぐらいにね、決められちゃってましたね。うん。
決められちゃってましたねっていうか、決められたの僕見たんだけどね。ちょっと待って。どういうシュートだったっけ？ちょっと待って。どういうシュートだったっけ？あ、そうだ、思い出した。ヘディングか。ヘディングだ、ヘディングだ、そうだ。ヘディング2点目だっけ？ちょっと待って、調べさせて。ヘディングが1個目だよね。そうそう、1個目のブラジルの得点がヘディングだよ。そう、ヘディングがね、これオフサイドなんじゃないかなっていう、そういう位置だったんだけど、後から見たら全然オフサイドじゃなかったっていうね。でもずっと日本代表攻められっぱなしだったからね。いつか決められてしまうんじゃないかっていうところだったんだけど、うまかったね。あれはなんか、鈴木選手、日本の守護神であるキーパーの鈴木選手も、これはちょっと止められないなっていうようなヘディングだったよね。でも、こんな状況になってしまったけど、まだ1対1、まだ勝てるんじゃないかっていう気持ちはあったよね、日本人は全員。うん。で、もうこの後もね、ずっと危ないシュートが続いてたんだよね。で、57分くらいのシュートで、ポストに当たったシュートがあったんだよね。ブラジルのシュートが。で、あれね、よく見ると、鈴木選手がね、触って、そのボールの進行方向を変えてて、さすが守護神と思ってね、あれ、触ってなかったら、入ってたからね、完全に。で、その後もずっとね、ブラジルペースの試合が続いていて、日本代表これ追加の得点取れないんじゃないかなっていう感じでね、どうやって2点目取るんだろうっていうことは、試合の中継の解説の元日本代表の方も言ってたんだけど、もう本当にそう思ったね。だから本当に、途中でボールをカットしてワンチャンスをものにするような展開になるのかなって思ったんだよね。で、だんだん時間がなくなってきて、これはもしかして延長戦かなっていうところで、決められちゃいました。もう本当に最後の最後、だったよね。うん。みんな見たあのシュート。いやー、決められちゃいましたね。で、あれがね、後半90分で、アディショナルタイムが、8分だったかな、6分だったんだよね。ただもう残り時間が少なくて、これはもう完全に試合終了だ、終わったなって思いました。日本代表の方々はね、全然諦めてなかったんだけど、にわか日本代表ファンの私、二郎は、その時にも完全に諦めちゃいましたね。もう時間がなさすぎるって思って。で、それからね、5分ぐらいかな。最後シュート決められてから5分ぐらいは時間があって、日本代表はとにかく前に前にということで攻め続けてたんだけど、ホイッスルが鳴ってしまいまして、試合が終わりました。いや、頑張ったよ、日本代表は。だってブラジル代表強いもん。よく点決めたよ。本当にね、もう日本代表が最後まで諦めないっていうそういう姿勢をね、僕たち日本人にも見せてくれたし、世界中に見せてくれたからね、僕もこれから頑張って生きていこうって思ったよね。ただね、日本代表、前回の2022年のワールドカップもドイツとスペインに勝って、で、今回もブラジル代表に結構惜しい戦いをして、で、オランダ代表ともね、引き分けて、着実にね、レベルが上がっていて、今回こそは、日本代表の、ベスト、今までの最高記録であるベスト16をね、超えてくるかなと思ったんだけど、ここで、日本代表終わりました。ベスト32かな。うん。で、次回が、4年後だから2030年か。4年また待たなきゃいけないのかな。でも、
意外とね、前回の2022年のワールドカップからあっという間だったような気もするから、次回の、ワールドカップに期待しましょう。で、ブラジル代表を応援します、これから僕はね。だって日本代表に勝ったからね、もう、ブラジル代表にこのまま、あの、優勝まで行ってもらわないと、僕としてはね、納得できないね。うん。で、僕の友達の中ではね、その前回のワールドカップの後からサッカーに興味を持って、サッカーを見るようになったっていう人もいて、そういう人はね、今までで一番面白いワールドカップって言ってたね。やっぱり自分が興味を持ってから見るワールドカップってかなり面白いらしいので、チャンスがあればね、僕もね、次回のワールドカップまでに、もう十分にサッカーに興味を持って、サッカーに詳しくなってから、見たいなと思います。いや、今回ね、本当に惜しかったな。うん。えー結構寒かった。久しぶりにね、僕の動画で、こうやって長袖着てると思うんだけど、結構寒かったんだけど、試合を見てたらね、興奮して暑くなってきました。この後はね、服を脱ぎたいと思います。で、現在時刻がだいたいね、午前4時半なので、寝たいと思います。はい。明日はね、寝不足でかなり辛い一日になると思います。明日じゃなくて今日か。だけど、まだ時間があるので、寝たいと思います。皆さん。そして、日本代表の皆さん、ブラジル代表の皆さん、熱い試合を見せてくださり、ありがとうございました。みんなもね、僕の動画、今日見てくれてありがとう。じゃあ、次回の動画も見てください。バイバイ。